いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回の授業はアメアジングです。できるなら一年中毎日釣りがしたいです。しかし時には雨が降る時もあります。風が強い日などの大しけは釣りを控えますが、少々の雨の場合、しっかりと状況を判断することができれば、チャンスタイムにすることが可能です。今回は雨とアジングの関係についてメリット、デメリットの視点から解説いたします。レインウェアなどが必要は対象外になっていますので、あらかじめご了承ください。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきます。まずはメリット3選から紹介いたします。雨音で警戒心が減る。酸素量が増えて高活性。気圧低下で表層狙い。続いてデメリット3選の結論について紹介いたします。水潮で表層は雨水。水温低下で低活性。濁りで視界不良。それではこれらのアメアジングについて解説していきます。メリットその1、雨音で警戒心が減るについて解説いたします。雨が降っていなければ釣り人の足音や話し声などの気配が海の中に伝わり警戒心を与えます。海をそーっと覗き込んだつもりでも魚が逃げていった経験があるかと思いますが、魚は非常に敏感です。しかし雨が降ると雨粒が海面に当たります。そのため海を泳ぐアジは雨音によって警戒心が減り、表層付近にアジが上がってきます。メリットその2、酸素量が増えて高活性について解説いたします。雨には酸素が含まれています。雨が降ることによって海の酸素量も増えてきます。人も窓を開けて換気を良くすると心も体もリフレッシュされます。アジも同じで酸素量が増えると魚の活性が高くなります。メリットその3、気圧低下で表層狙いについて解説いたします。低気圧になると空気が上昇して冷やされて雲になります。雲が溜まるとやがて雨を降らせます。低気圧になれば海の中の気圧も低下してそこに潜んでいたアジが浮いてくるため表層付近でも釣れるようになってきます。次にデメリットについて解説していきます。デメリットを紹介する前に一つ確認いたします。これから紹介するデメリットにつきましては、河口付近に近いエリアで釣りをする場合に強く影響してきます。河口から離れるに従いデメリットの効果は低くなってきます。デメリットその1、水潮で表層は雨水。水潮とは海水と真水が混ざり合った潮のことを言います。アジは真水が強くなるほど活性が下がってしまいます。しかし釣りができないほどの強風や波がなければ汽水域と同じで真水が表層、海水が底に分かれます。そのためアジはボトム付近に移動していきます。デメリットその2、水温低下で低活性。冷たい雨が降れば海水温も低下していきます。アジの適水温は26度から25度程度のため、これを下回ると活性も下がります。そのためアジは水温が安定しているボトム付近に移動していきます。デメリットその3、濁りで視界不良について解説していきます。雨が降ると河口付近では濁りが発生し視界も悪くなってきます。濁りがあると
ルアーが見えにくくなってきます。しかし釣りができないほどの強風や波がなければ濁りは表層付近に流れ込みます。そのためアジはボトム付近に移動していきます。今回の授業のまとめです。雨が降れば表層狙い、雨音、酸素量増加、気圧低下の影響でアジが表層付近に上がってきます。雨の降り始めや強い濁りなどがないポイントでは表層付近を狙ってみましょう。河口付近はボトム狙い。長雨が続くと河口付近では河川から流れ込む大量の雨水や強い濁りによって表層付近が濁った水潮になってしまいます。強い風や波がなければ濁った水潮は表層付近にあります。そのためアジはボトム付近に移動していきます。表層付近で釣れなくなったらボトム狙いに変更してみましょう。悪天候は無理をしない。雨アジングは釣れやすい傾向にありますが、雨の影響で足元が滑りやすかったり、低気圧で海面が上昇したり、波が大きくなっています。決して無理をされないでください。また、安全装備も必ず着用してください。そして忘れてはいけないのが雨が降り出す前です。雨雲が近づき、雷の音が聞こえたら直ちに釣りをやめて建物や車に避難してください。木の下は絶対にダメです。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますのでご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。以上となります。今回の動画が雨アジングの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。